ご視聴ありがとうございます。今回は大手私鉄阪急電鉄の支線嵐山線のご紹介です。全長 4.1 キロの路線の波乱の歴史と随所に残る痕跡を解説します。短い支線の本領発揮と50周年を迎える車両のこだわり満載企画にも注目です。ここは阪急京都線と嵐山線の桂駅です。阪急の拠点駅の一つで、全ての列車が止まる数少ない駅の一つです。嵐山線はここから分岐する路線。線路は大阪梅田方面と直接行き来できる向きに分岐しており、京都河原町方面と行き来するにはスイッチバックが必要です。桂駅の乗り場のうち、京都線が使うのが2号線から5号線。2号線と3号線が京都河原町方面、4号線と5号線が大阪梅田方面です。嵐山線の乗り場が1号線で、2号線から5号線とは少し離れています。ホーム自体は横並びですが、改札を入って通路を右奥に進み、もうちょっと進まないといけないです。京都線より両数が少なく、改札から離れた場所に止まるからです。1号線の隣の乗り場は C 号線。もともと隣の桂車庫にあった線路を転用したので、数字ではなくアルファベットなのです。C 号線を発着するのは朝の京都河原町行きの普通列車だけです。嵐山線というだけあって、京都の有名観光地である嵐山へのアクセスルートの一つです。平日の日中の利用客は観光客ばかりです。皆様、まもなく電車が到着します。折り返しの嵐山行きが到着です。あの車両は1975年に登場した6300系です。特急列車の車両数に余裕がなく、ロングシートの車両での代走も少なくなかった状況を改善するために投入されました。設備が好評だったために追加で製造され、京都線の特急は6300系に統一されました。後継車両の登場によって2008年から廃車が始まると、一部の車両の嵐山線への転用がスタート。京都線の特急からは2010年に引退しています。今では嵐山線内折り返し列車は6300系に統一されています。一部がロングシートなのを除けば、横3列の転換クロスシートが並びます。窓は2枚で1セットで、京都線の9300系などの特急車両とは一味違います。抹茶色のシートがとっても上品ですね。ドアが1両あたり2箇所ある車両は、京都線の一般車では6300系だけです。6300系には特別仕様車の京都レインに改造された車両もあります。京都レインは和、モダン、京町屋をテーマにした車両で、豪華な内装ながら特別料金がいらない列車でした。2011年3月のダイヤ改正で、大阪梅田嵐山間の臨時快速特急で運行を開始。同年5月のダイヤ改正の後は、土休日ダイヤで大阪梅田京都河原町間の快速特急での定期運行を開始しました。現在運行されている京都レインは、神戸線で運用されていた7000系を改造した京都レインガラクで、6300系を改造した京都レインは2022年に運行を終えています。阪急に残る6300系は全て嵐山線に集約されています。6300系の車内には英語と中国語、韓国語で書かれたマナー啓発ポスターが、日本語がないポスターの存在に外国人観光客が本格的に増えてきた京都の現状が伺えます。ちなみに1号線の隣の C 号線がこちら。ここには桂車庫があり、京都線のホームに車両を出すのは手間がかかる配置であることが、案内上は嵐山線のホームである C 号線から京都河原町方面の始発列車が出る理由です。これ以外にも桂駅の構造は京都線や嵐山線の運行形態に影響しています。嵐山線の列車は日中1時間あたり4本。15分間隔ではなく12分と18分が交互に続きます。これは所要時間と駅数が理由です。片道の所要時間は7分なので、折り返し時間も加味すると15分で往復するには微妙に時間が足りないです。
そのため嵐山線では2編成を運用しており、途中駅で列車の行き違いをします。途中駅は2つで、いずれも路線の中間からずれた位置にあります。列車ごとに異なる駅で行き違いをするため、12分と18分が交互に続くのです。京都線のダイヤは10分サイクルなので、20分間隔にすればこの問題は解消しますが、1時間あたり3本では混雑時の輸送力が不安なため、間隔が不均等になることを承知でこのダイヤにしているようです。嵐山線の起点を意味する0キロポストは、停止位置の少し先にあります。桂駅を発車です。全面展望していて思いますが、阪急の車両はいつ乗っても窓ガラスに汚れ一つないのが素晴らしいです。右側の線路が京都線の2号線、京都河原町方面の対比線で、日中はここを準急京都河原町行きが発着します。左の C 号線からの線路がここでこの線路を横切ります。 C 号線から嵐山線にも行ける廃線ですが、日中は減速しなくて済む1号線だけを発着するようです。その奥で高架線に上がります。そしてこの先の鉄橋には複線分の橋桁があります。嵐山線が開業したのが1928年、昭和3年。終点の嵐山と途中駅の上桂、当時の松尾神社前駅が同日に開業しており、後からできた駅などはないです。この路線を開業させたのは、京阪の子会社として設立された新京阪鉄道です。京阪はカーブが多く、スピードアップが難しいのが弱点でした。そこで直線的な線形の路線を新たに開業させ、弱点を補おうとしたのです。それが今の阪急京都線であり、京阪や他の阪急の路線と比べてもカーブの少ない線形で高速運転ができます。嵐山線は嵐山への観光客を見込んだ新京阪鉄道が開業させた路線です。全線複線で、終点の嵐山駅はホーム6つに線路5本という空前の規模を有する巨大ターミナル駅でした。嵐山駅には総勢25名の駅員が配置されるなど、ハード面もソフト面も気合が入っています。開業翌年には嵐山嵯峨野エリアにある愛宕神社への参拝客輸送で賑わったそうです。ところがその需要が一段落すると利用者数も減り、定常的な需要が当初見込まれたほどではなかったこともあり、開業のわずか2年後には複線の設備を残したまま単線運行になっています。1943年、昭和18年には京阪が阪急の前身である阪神急行電鉄に合併されたことで、京阪神急行電鉄の路線となります。戦時中には金属供出によって単線化され、それは今も同じです。戦後、京阪は独立したものの、この時に京都線と嵐山線は阪急に残されています。淀川に隔てられたエリアで同じ会社が路線を運営するのは具合が悪いとか、京都線の列車が梅田に乗り入れていた実績があったのも理由ですが、京阪の勢力拡大を阪急側が恐れたこと、役員の数は阪急出身者が多かったことも決め手になっています。こうして阪急の路線になった嵐山線。嵐山駅も規模の割には乗客が少なかったため、戦後にホーム3つ、線路2本に縮小されています。桂駅の近くの高架線の鉄橋が複線分あるのは、嵐山線がもともと複線だったからです。路盤や架線を支える柱は複線分の幅があり、橋脚や鉄橋の橋台も同じです。複線分の設備は撤去するにも手間がかかること、単線分にすると大掛かりな改修が必要になることもあり、そのまま残っているところがたくさんあります。場所によっては高架橋の下に建物があり、それを踏まえた補強工事も行われているため、当面はこのままになりそうです。1950年には上桂駅と今の松尾大社駅に行き違い設備が設置されています。当初見込まれたほどの需要ではなかったとはいえ、駅間が全て単線ではさすがに都合が悪かったようです。1984年には桂駅の改修工事に伴い線路の配置が変わっています。それまでは嵐山線を京都線の上下線が挟む配置でしたが、京都線の上下線を隣同士にし、その横に嵐山線がくっつく今の配置になっています。
もともと4つあったホームのうち3つが残され、東側にあったホームの跡地は商業施設になっています。桂駅を出てすぐに嵐山線が高架になるのは、その先の道路をまたぐのと同時に、京都線の京都河原町方面の線路をまたぐためでもあったのです。この鉄橋は、橋脚が斜めになっています。この斜め具合は真下の道路とは一致しておらず、ここに京都線の線路があったのがわかります。なお、元は桂駅から高架になるところも複線分だったのですが、この配線変更の際、土地を捻出するために単線化されています。京都線の線路を通すため、高架橋が削られたことがよくわかります。上桂駅に到着です。前面展望だと出発信号機がすでに青信号になっており、列車の行き違いをせずに発車しますが、前面展望と各駅のカットは収録したタイミングが違うので、このカットでは上下線の列車の行き違いが見られます。ホームの両側では木々が色づいており、赤い葉っぱがホームに彩りを添えます。特にホームの横では芝生の上に赤やオレンジの葉っぱがぎっしりで、さすがは秋の京都といった感じです。上桂駅の2024年の1日平均の乗降客数は7204人。阪急の86駅では76番目で、嵐山線では下から2番目です。かつてはホームの奥に構内踏切があったのか、奥でホームの土台が斜めになっています。今は構内踏切はなく、2つのホームは地下通路でつながっています。また、それぞれのホームに改札があり、嵐山方面のホームにあるのが西改札口、桂方面のホームにあるのが東改札口です。もともとあったのは桂方面ホームの改札口だけで、嵐山方面ホームの改札口はバリアフリー化のために2017年に設置されたものです。地下通路はその後も残っているものの、駅の正面に踏切があり、遮断時間もそれほどないため、地下道を通る人は少ないです。上桂駅を発車です。この線路からはまっすぐ駅を出られるものの、しばらくは低速で走ります。この先のポイントがスプリングポイントだからです。スプリングポイントとは、通常はバネの力で一方向に固定されているポイントのことです。反対側から通る列車は車輪でバネを押し広げて進むため、通る時には若干衝撃があります。単線区間で列車の行き違いをする場合、駅の両側にスプリングポイントを設置しておけば、自動で列車の行き違いができるという寸法です。カーブの多さに頭を悩ませた京阪の意向を組んでいただけあって、嵐山線のカーブは全体的に緩やかです。大きめの道路と交差するところは立体交差で、その辺りにも配慮されています。支線であること、駅間距離がそれほど長くないこともあって、最高速度は時速70キロにとどまるものの、設計思想はところどころに伺えます。松尾大社駅に到着です。開業当時は松尾神社前駅で、1948年に松尾駅に改称され、2013年に松尾大社駅に改称されています。2013年の改称の時は、阪急の三宮、服部、中山の3駅も改称されています。三宮は神戸の中心であることを明確にするため、神戸三宮に改称。服部と中山は、松尾駅の改称も同じように、駅直近の社寺仏閣等の歴史的な観光資源を分かりやすく案内するため、それぞれ服部天神と中山観音になっています。なお、これらの改称日は、京都線の西山天王山駅が開業したのと同時で、阪急全駅に駅ナンバリングも導入されるなど、一大変化でした。松尾大社ももともと松尾神社と称されており、松尾大社に改められたのは、戦後の1950年のことです。駅名の改称は、それとはちょっと時期が違います。なお、松尾大社は正式には松尾大社と読み、松尾大社は通称、駅名は通称に倣っています。木々がホームの両側にあるのは上桂駅と同じ。松尾大社駅の木のうち、嵐山方面ホームの横の木は種類が違うのか、まだ紅葉していないです。嵐山方面ホームの上屋のうち、この辺りは駅ができた当時からのものです。ホームの延伸にあたって建て替えることも検討されたものの、今でも残されています。駅名板は上桂駅と違って木目調で、上屋にマッチしたデザインです。
もともとあった駅舎は嵐山方面ホームのものだけで、桂方面ホームの駅舎はバリアフリー化のために2017年に設置されたものです。上桂駅とは、もともとあった駅舎の位置が逆なのがポイントです。松尾大社駅にも構内踏切があったのか、ホームの土台が斜めになっています。ホームは開業当時のものを流用している場所があるのか、鉄筋がむき出しになっているところもあります。しかしそこはさすがの阪急、白文字で数字が書かれており、今後補修されるようです。2つのホームは地下通路でつながっているものの、上桂駅と同じように駅のすぐ横に踏切があり、遮断時間もそれほど長くないため、通る人は少ないです。松尾大社駅を発車です。今では線内折り返し運転の列車ばかりの嵐山線ですが、京都嵐山につながる路線だけあって、序盤で触れた京都レイン以外にも京都線との直通列車が運行されています。特に歴史が古いのが、今の大阪梅田駅と嵐山駅の間で運行されていた臨時急行、嵯峨野エクスプレスです。戦前からあったという歴史の古さのあるこの列車、愛称は1992年秋の運行時から付けられています。愛称がつく前は、起点と終点の文字を取って梅蘭急行、単に梅蘭とも呼ばれたといいます。1966年春には、梅田駅の工事の関係で十三駅発着で運転され、従来急行となっていました。1982年の秋は、桂駅の改良工事の影響で京都線と嵐山線の直通運転ができなかったため、代わりに梅田桂間の臨時急行、その名も梅京急行が設定されるなど、沿線の工事の兼ね合いでしばしばルートが変わっています。2000年秋の運行では、梅田発嵐山行きが9時台から11時台まで10本ほどありました。嵐山駅到着後は折り返し桂行き普通となり、桂駅到着後は桂車庫へ入庫するか、梅田駅まで改装されてから再び嵐山行きになるか、嵐山線内を普通列車として往復するかでした。逆に、嵐山発梅田行きは14時台から17時台に15本程度。夕方の列車ということもあり、梅田駅到着後は桂車庫または小弱車庫への回送列車となっていたそうです。嵯峨野エクスプレスは2000年11月26日に運行を終了しています。2001年春のダイヤ改正で行楽ダイヤを設定する際に別の臨時特急が設定されることになったからです。この臨時列車は嵐山へは行かず、大阪梅田と京都河原町の往復が基本でした。同年秋以降はいいことエクスプレスという愛称がつき、2007年秋に快速に格下げされた後、2009年11月29日に運行を終了しています。それに代わるものとして、2001年春には、嵐山線の列車を桂駅から4駅梅田寄りの長岡天神駅まで走らせ、長岡天神駅の同じホームで特急に乗り換えられるようにするダイヤが組まれています。廃止された嵯峨野エクスプレスを保管するとともに、桂駅での嵐山線と京都線の乗り換えに地下通路や跨線橋を使う不便を解消するためでした。20分間隔で運転され、夕方に嵐山発長岡天神行きのみが設定されただけという嵯峨野エクスプレスより規模の縮小が目立っています。阪急の目論見に反し、長岡天神駅まで乗る乗客は少なく、桂駅で乗り換える乗客が大半でした。しかも、嵐山線から京都線に入るときには京都線の京都河原町方面の線路と平面交差になる上、桂駅の横の踏切が開かずの踏切となる弊害もありました。嵐山線のホームは6両分しかなく、この列車も6両編成で運行されたものの、当時の京都線には6両編成の定期運用がなく、この列車のためだけに各種の標識が必要となる手間もあったため、これ以降のシーズンには設定されていないです。その後、2008年春の行楽シーズンまでは、嵐山線内折り返しの普通列車の増発と、4両編成から6両編成への増車にとどまっています。2008年秋からは、阪急が嵐山への観光キャンペーンを強化したことを受け、神戸線から京都線経由で嵐山線に直通する臨時列車が運転されるようになりました。2010年春からは発着駅が増え、宝塚線や今津線からの直通列車も加わります。2011年5月のダイヤ改正からは、京都線と直通する千里線と直通する地下鉄堺筋線からの直通列車も設定されるなど、結構な盛況を見せています。後に愛称が付けられ、
京都河原町駅発着の快速特急が小倉、天下茶屋駅発着の直通特急が保津、高速神戸駅発着の直通特急が愛宕、今津線経由で宝塚駅を発着する直通特急が都別、大阪梅田駅発着の快速特急が嵯峨野となっています。これらはいずれも京都にちなんだ名称で、ヘッドマークも用意されるなど、こだわりが感じられます。このうち、2019年春からは嵯峨野以外が廃止され、嵯峨野3往復に整理されています。その一方、序盤で触れた7000系京都レインガラクで西宮北口駅を発着する直通特急も運転されるなど、嵐山線直通列車は年によって変化が続きます。2020年は感染症の拡大などを踏まえて運行が取りやめられ、翌年以降は線内折り返し列車が増発されるのみです。6300系はドアが1両あたり2カ所なのに対し、こうした列車はドアが1両あたり3カ所の車両で運行されるからか、嵐山駅には3ドア車両に対応したステッカーがあります。嵐山駅に到着です。開業当時はホーム6つ、線路5本を要した駅はホーム3つ、線路2本に減りました。すべての線路の両側にホームがあり、乗車用と降車用で使い分けられる構造だったのですが、今の阪急各線のターミナルと比べても格段に大きく、さすがに過剰設備だったようです。今ある線路の位置は元の位置から変わっていないらしく、一旦左に曲がっています。昔は向かって右に線路が2本、左に1本あり、右側の架線中には真下で線路が分岐できる幅があります。線路が撤去された後、右の土地には建屋ができています。線路やホームがあった場所は住宅などに転用されることなく残っており、ホームの両脇に木々が植わっているところがその名残です。日中は速度制限が少ないこちらの線路だけを使っているようです。線路の両側にホームがあるものの、乗客が増える時期以外は真ん中のホーム側のドアだけを開けます。そしてこの嵐山駅には廃止されたホームと線路の痕跡が今もあります。ホームに入るところを見ると、嵐山行きの列車に向かって右側に廃止されたホームが残っています。廃止された3つのホームのうち、こちら側の2つはまだ残っているのです。開業当時は4両分ほどあり、今も使われているホームは一部のホームが廃止された後で伸ばされたため、廃止されたホームはそれより短いのが特徴です。屋根からぶら下がっているランタンは、戦時中の金属教室の時も供出されなかったといいます。ホームのベンチは人力車の車輪を模した意匠が肘掛けに使われているほか、発車案内表示器にももみじがあしらわれているなど、京都ならではのこだわりが満載です。改札までの傾斜がちょっときついのは、乗車用ホームと降車用ホームで階層を分けているからです。このホームはもともと乗車用ホームで、1階の改札から直接行けます。それに対し、両側のホームは2階に上がり、左奥で合流してから奥の階段で地上に降りています。このルートは今も残っており、駅舎の横には階段があります。作りはしっかりしており、当時気合を入れて作ったのがわかります。乗客が増える時期にはこのルートも使われますが、普段は人が通ることはありません。ここが日常的に使われていないのは、このルートがバリアフリー対応していないのが理由のようです。駅舎の裏側に回り込みます。使われなくなったホームは、ここからしっかり眺めることができます。部分的に資材置き場などとして活用されているのか、地上からホームに上がれる階段が追加されています。駅の外に出なくても、駅構内の動線から見える場所もあります。降車用ホームから2階に上がる動線が見えるほか、手前には緩やかなスロープもあります。車椅子の場合は降車用ホームから2階には上がらず、あのスロープで1階に降りて改札を出るのです。嵐山駅が期待されたほど多くの利用者を集められなかったのは、その立地によるところが大きいです。阪急の嵐山駅は桂川の南側にあり、観光客で賑わうエリアから離れています。京福電鉄が運営する嵐電の嵐山駅や JR 嵯峨野線の佐賀嵐山駅の方が近く、特に JR 嵯峨野線は京都駅直結というキャッチーさもあり、観光客で混んでいます。嵐山駅から観光エリアに行くにはちょっと歩き、
桂川に架かる観光スポットでもある渡月橋を渡らないといけないです。嵐山駅自体は山と川に挟まれ、観光地として発展させるポテンシャルが乏しかったのも、嵐山駅の立ち位置を決定づけています。一方、嵐山駅は嵐電嵐山駅や嵯峨野線佐賀嵐山駅より立地は劣るものの、嵐山線も行楽シーズンには混雑し、この秋には臨時列車が走ります。休日には午前中と午後の時間帯がそれぞれ2本増発され、1時間6本に増えます。行き違いのできる駅の配置の関係上、10分間隔ではなく、間隔にはばらつきがあります。そして嵐山線の主役である6300系も、ある変化を迎えています。登場50年を機に、阪急では記念列車の運行や特別塗装、記念グッズの販売といったキャンペーンを展開しています。先頭部のヘッドマークは期間限定で、10月1日から来年3月末まで掲出される予定です。さらに6300系の中でも、この編成だけは特別仕様です。他の編成は車内の左側の端には特段何もないのに対し、この編成は50周年記念のエンブレムがついています。さらに運転席の後ろには、あの H マークが復刻されています。阪急電鉄のコーポレートマークで、H をシンボライズした花のデザインです。かつては多くの車両の前面に装着されていましたが、92年に新しいシンボルに移行したため、順次取り外されました。特別列車で復刻される貴重なもので、この編成もその一つです。そしてこの編成には、さらに細かいポイントがあります。それが先頭部の塗り分け。6300系がデビューした時、アイボリーとマルーンの塗り分け線は、前面の種別行き先表示器にかかる位置にありました。表示器の枠は全体がマルーンに塗られていたため、塗り分け線が途切れて見栄えが良くない状態でした。そこで、正面の塗り分け線の位置を20ミリほど高くするテストが行われた後、塗り分け線の位置を車両全体にわたって高めることになり、後に全ての車両が変更されています。この編成ではデビュー当時の塗り分けが再現されており、知識がないと気づかない細かすぎるポイントです。京都の紅葉はまだ始まったばかりで、これから見頃を迎える場所もあります。紅葉が終わる前に一度足を運んでみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。